くないんだけど痛めている。で痛いって感じてないだけなんですね。シュート力が強ければ強いほど腰痛めるんですね。超絶反り腰なんです。怖すぎる。足首をよく使うスポーツの方におすすめなんですけど、ここのずれてた骨が自分ではめれる、関節を動かすと始まるんですよ。すごっ。目指せロナウジーニョと。天才すぎるこの人。怪我もしなくなるわ、足首のパフォーマンスも上がるんですね。本日のゲスト、うんぱるんぱさんです。どうも、うんぱるんぱです。ようこそお越しくださいました。お願いします。僕のお友達の牧ひかくんが。ああ、そうなんですよ。ご紹介ですよね。はい、お声かけいただいて。牧ひかさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、このチャンネルってゲストさんのお悩みに答える体のですね、牧ひかさんからもう前情報をいただいてまして、なんて言ってますか？うんぱるんぱさんはそもそもどこも痛くないって言ってる。そうですね。あんまり怪我を僕はしない。素晴らしい。しないというか、奇跡的にしてないだけかもしれないんですけど。あえて言うなら、顔面のパーツが中央に寄りすぎだから、バランスよくパーツを配置し直してくれって。いや、できるか、そんな。めちゃくちゃディスってるじゃないですか、影であの人。顔面のパーツが本当に中心に寄ってるんですよ。いや、ずっと思ってたことありまして。またディスられるんですか？いや、名誉なことだと思うんですけど。何ですか？久保建英選手に似てるって言われません？ありがとうございます。そうですね、一応モノマネもさせていただいて、ソシエダの方でプレーもさせてもらってるんで、今日お願いします。ありがとうございます。本田さんが最近そうですね。気に入られてる。まあそうですね。本田さんですか？本当。あんまり似てないです。実際ないです。いや、でもやっぱりそうですよね。言っていただけますね。もう僕 TikTok 始めて5年目ぐらいなんですけど、もう本当初期から久保建英選手にどこかは分かんないんだけど、ちょっとなんか似てるなみたいな。思ってました。で、言われてからモノマネも始められた。そうなんですよ。やっぱり。それで最初バズらせてもらったんで。やっぱりそうなんですね。そうなんですよ。すごい。ありがたいことに。イメージで言うと、学校の先生あるあるモノマネとか、それのイメージお聞きしたの強かったんですよね。最初久保建英選手のモノマネでバズらせてもらって、そこからこう派生していって、学校の先生のあるあるとか、サッカー部の顧問の監督の真似とかがバズって、確かに一番僕のイメージで多いのは先生あるあるとか。やっぱりそうなんですか。今日はね、何回久保選手が出てくるか、楽しみですね。いや、そうですね。僕もこんな贅沢な、なかなかやっぱ受けられないっていう聞いてるんで、恐縮です。かなりありがたいです、本当に。で、すごくいいことを言ってくださって、特にどこも悪くないんですよっていうことあったじゃないですか。はい、そうですね。痛くないんだけど痛めている。私よく言うんですね。痛いって感じてないだけなんですね。マジっすか？はい。僕じゃあ痛いとこあるんですか？痛めてるところめっちゃあります。そう。マジか。そうなんですよ。今日うんぱるんぱさんに来てもらってよかったなと思ったのは、そういう人多いんです。俺はどこも痛くない、痛めたことないから、ああいうとこは行かなくていいっていう人が多いんですね。僕だ。でしょ？そういう方こそ予防対策として普段からケアしてないとある日突然怪我する。すでに怪しいなと思うところが、予習としてですねあるんですよ。まだあって20秒とか。そうなんです。動き方、姿勢、あとはインスタグラムとかちょっとフォローさせていただいて拝見させていただいたら、マジで腰痛5秒前。マジで腰いつなるか分かんないと、それだけは確か思ってました。感じてました？なんかちょっと合わせてません？確かにそれ言われればそうかもしれないですね。確かに前もってそれが解消されたら最高じゃないですか。最高。それこそが私のやりたいこと。みんなに怪我してほしくないんですよ。優しい。サッカーのポテンシャル、パフォーマンスも上がるんです。それで結果的に今もサッカーたまにされるんですよね。そうですね。やれます。なので痛みのその予防を含めパフォーマンスアップってところで検証させていただければと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。さあ行ってみましょう。行ってみましょう。うんぱるんぱさんの腰痛を語る上で気をつけないといけないのは、座ってる時の状況と立ってる時の状況が全く違うんですね。真逆になってるんですよ。マジか。どういう違いなんですか？どっちが悪いんですか？うんぱるんぱさんが座ってる状況が長ければそのまま腰痛めるんですけど、座ってるよりも動いてる方が多いですよね。そうですね。そうすると反り腰なんですよね。実は基本的には猫背プラス骨盤後傾って言って、こういう人が多いサッカー選手って。うんぱるんぱさんはこっちなんですよ。
立ってる時。確かに。この状況の方って、シュート力が強ければ強いほど腰痛めるんですね。なるほど。そうなんです。ですからウンパルンパさんは一般的なサッカー選手と真逆のケアが必要になってきて、特殊ケースなんですね。そうなんです。だから体がもともとは多分しなやかな方で、本来は人間の背骨って反ってるのが普通なんですね。でも結構反りすぎてお尻がプリンと出てるタイプなんで、この方っていうのはサッカーやってる限り腰痛がずっと関係する。足引っ張る。腰痛めたことはないんですか？ないっすね。あ、そうですか。確かに長時間こうやって普通に立つことあるじゃないですか。みんなよりも長時間立つのがもうきついって思うんですよ。例えば電車とかでも平気でこうやって30分みんな立ってるんですよ。でも僕は15分ぐらいからきついみたいなめっちゃ思う時は、俺なんかどっかおかしいのかなみたいなの思ったことあります。あるあるなんですけど、こうやってやりたくなりません？こう片足に。めっちゃやりたくなります。ね。怖っこの人。待って。もうバレてますね。全部や。怖っ。そうやりたくなりますよね。どっちかに体重預けて、なっちゃうんですよ。そう立ってたくなっちゃう、疲れちゃうから。これ改善されるってなったらやばいぞマジで。そうでしょ。それを今日ね改善していっちゃいましょう。いやー、めちゃくちゃありがとうございます。はい。じゃあまずはどんな状況になってるのかを視聴者さんに分かりやすいように見ていただきますんで、柱というかまっすぐのとこを利用しますんで。はい。検証していきたいんですけど、インスタのとあるウンパルンパさんの身長を測ってる写真があって、もうそこで見抜いたんですよ。身長を測るような感じで、これつけてください。多分ね視聴者さんから見えてるんですけど、超絶反り腰なんです。普段通りですよ。こう身長測る時の動作をしてるだけです。ですよね。もう超絶反り腰で、男子は珍しいです。女の子？まあもう半分ぐらい。マキーカ君実は女の子なんです。あ、そうなんですか。あ、道理で。本当に。道理でだ。道理でそんな気がしました。そんな気がしましたよね。基本的にどこでじゃあ反り腰なのとか、普通なの、もしくは反り腰の逆でフラットバックってのもあるんですよ。フラットバック。聞いたことあります？いや、わかんない。まっすぐすぎる。まっすぐすぎてもダメなんですか？ダメです。そうなんですよ。まっすぐすぎても反りすぎてもダメなんです、本当は。なるほど。で、理想っていうのがあって、その理想っていうのが手を差し込んだ時に、ぴったりとその壁とですね、その方の腰がくっつくこと、ちょうどすっぽりはまることなんですけど。めっちゃ今余裕ありますよね。そうそうそう、わかります？手が素通りしてますよね。これが反り腰ですよっていう証明なんです。これだからもうちょっと、こう。そうこれですっぽりぐらい。これが正しい。きつくないですか？きついです。きついですよね。きついです。そう。頭も離れちゃうしね。全然ほら後頭部しかつかない。これだと腰痛なりにくい。そうです。これが実は立ち方としては正しくて骨格的には。それから外れちゃってる立ち方してるから立ってる時疲れるんですよ。あ、そうだ。すごっ。ついでに言うと足が悪いから悪いがな足をかばう姿勢で片足に体重をかけたくなるっていう、足と腰がセットで悪いんです。やばいですね。すごっ。だこれが施術によってどうなっていくかっていうところまで今日お見せしたいと思うんですね。もうすっかすかですから、これ見抜いてましたよ、写真1枚で。すごすぎるっていうか怖いな、もはやもう。やっていきましょうか。お願いします。はい。全くどこも痛くないっていうふうに思ってたウンパルンパさんの、全く痛くないです。はい、足からちょっと検証していきますね。はい、お願いします。はい、でさっききつい反り腰だったんですけど、反り腰の方ってこの足首絶対悪いんですよ。本当ですか？そうなんです。足首でも痛いこともないですけど。ですよね。ほとんどの人がそうやって思ってるんです。はい。あ、どうぞどうぞ、楽してですよ。すいません。ちょっと偉そうな感じで。いや大丈夫です。どこがおかしいかっていうと、足首の中心となる骨の位置で、実はこっから上のねじれ方、X 脚とか O 脚とかあるじゃないですか。このねじれ方と腰の反るか、もしくは逆にまっすぐになっちゃうか、全部ここが決められちゃうんですよ。足首で全部ここで決められちゃうんです。マジか。はい。腰じゃないんだね。そうなんですよ。なのでサッカー選手って、まあこれ世界的にデータ取れてるんですけど、足首を一番痛めるんですよね。足首を酷使するスポーツなんで。ですので知らず知らずにアラッキーを起こしてたりとかっていうのはあるあるなんですよ。マジっすか。そう。ウンパルンパさんこうやって動かした時に全く足首動かない。全然上がらないじゃないですか。これ硬いって思っちゃうじゃないですか。いや、硬いだけだと思ってました。そう、硬いってのは何が硬いっていうイメージですか？可動域が可動域とは何
の可動域ですか？足首は関節ですよね。関節です。そう、みんな体が硬いイコール筋肉が硬いって思っちゃうんですよ。なのでストレッチをしたりトレーニングしたり筋肉へのアプローチが多いところが、体が硬いってのは関節が硬い場合もあるんですよ。関節が動いた分までしか筋肉の伸び縮みができないので、ユンパヌンパさんみたいに足首動かない人は、すねとかふくらはぎの疲労が激しくなっちゃうんです。激しいです。だから僕釣りやすかったりするんですよ。ですよね。釣りやすい原因を改善するためには、足首がそもそもちゃんと動くようにしてあげないと、筋肉が働けないんですよ。確かに。反り腰なんですけど、ここの胸骨っていう骨が前側に出るときに反り腰になります。重心がね前に移動してきちゃうんですね。この骨が前に行くと。なのでその重心に合わせた立ち方をしないとバランスが取れなくなるんです。ですから悪いのはここなんですね。聞こえます？ゴリゴリいってますね。これ外れてるんですよ。これ嫌ですよね。これをはめちゃいますから。いきますよ。全然ね一瞬です。どうですか？痛み違和感すっご全くないし、はめるときめっちゃ痛いんかなと思ったら何も痛くない。ドキドキしますよね。そう痛くないんですよ。天才すぎるこの人やばいぞやっぱり一流のアスリートほど痛いとかリスクとして捉える方も多いんですね。なのでなるべくリスクを与えないっていうのを追求したんですよ。あとは足を上げるときに親指を使いすぎてて、親指をその持ち上げる筋肉ここで癒着を起こしてるんですよね。なのでうまく足首上げれなくて、親指を持ち上げてつまずかないようにしてる。そうすると何が起こるかというと、ここがねめちゃめちゃ疲れるんですよ。これめっちゃ痛いでしょ。そう痛いですよ本当に。そうこれね足首が上がんないから、せめて親指を持ち上げないとつまずくわけですよ。隙間がないから浮指歩行っていうこういう使い方をしてる。なるほど。そういう人ってのはここに全部くるんですよ。めっちゃ痛いですよね。痛いですよねこれ。でこれも全部取っちゃいますからね。もう一瞬で取ります。まずくさびが打たれてるここですね。これなんかゴリゴリしてるの分かります？これが癒着なんですよ。これ取ります。ゴリゴリどうですか？待って、ちょっと待って、やばすぎるわ。うわこれちょっと伝わるかなこの動画。ゴリゴリしてないですよね。やばいっすね。で改めてここ触りますよ。痛くないでしょ。怖すぎる。痛くないですよね。プニプニなの分かりますか？ほらこの指こんな入って待ってやばい。痛くないですよね。ちょっと待って本当にやばい。痛くないですよね。ちょっと待ってこれ語彙力やばすぎる。待って一瞬そうもうしかも痛がってたここを触らなくても取れちゃうっていう。僕の今までの頭の中では、ここをなんかほぐしてゴリゴリみたいなそうですよねのが一切ない。だから人間の体ってのが痛いとか不具合が起きてるって思ってる場所じゃないことが結構多いんですよ。でも痛くなかったじゃないですか。全くそう痛くないのに痛めてるってこういうことなんです。もうちょっとで涙出そうですよ。あーよかったいやそれぐらいっすよこれ。やばいわ。よかった。まずこれで一つ諸悪の根源がきれいになりました。うんぱさんは腰を見ようと思ったんですけど、膝と股関節ももう相当やられてるんですね。検証していきます。で右と左の使い方が違って、右は横脚の使い方が多いです。なのでここに違和感が出るはずなんですね。なんで触るだけでわかるの？これやばいですよね。違和感ありません？ありますあります。こっちは重心移動をものすごい担当してるみたいで、この上の方のこのお皿に近いところ、これお皿も関節なんですけど、これ嫌じゃないですか。確かにちょっと嫌ですね。そうこういうのが邪魔して関節が曲がりにくくなるんですよ。そうするとどうするかっていうと、他のところを使ってカバーするしかなくなっちゃうんです。代償動作っていうんですけど、カバーしてる方どうなるかっていうと真っ先に怪我していくんですよ。疲労が溜まっちゃうから。なるほど。カバーされてる側は最後まで残るんです。カバーされてるから。でもこれをカバーするために股関節の回転をうまく生み出さないといけませんし、股関節と腰ってセットで動いてるんで、腰が先にやられるんですよ、この状況だと。なるほどですね。なのでこの反り腰も足首とかがまずちゃんとしてないと、反りすぎてるのが直せないんです。すごい。ここに違和感があって、ここに違和感あると思うんですよ。どうやってやるかっていうと、これ聞こえます？これうんぱさんが聞こえてますよね。わざと私がずれてるとこ触ってます。じゃあはめますよ。どうですか？ちょっとゴリゴリしないし違和感もないですよね。ちょっとです。こ
マキ君の言ってる意味わかるわ、これ。想像のはるか100倍超えてきますよ、これ。だんだん驚き疲れて無になっていきますから。こういうのをやっぱ直す時って、はい、ちょっとは絶対痛いのを覚悟してたんですよ。そうですよね。マジで全く痛くない。すごいこれ。ほんとやばいっすわ。痛みほんと弱い人なんで、はい、そういうのあって僕あんまりほんと整体行きたくないと思ってたんですよ。そうですよね。整体イコールやっぱ痛いみたいなイメージだったんで。こっちをね、ちょっと直しよう。すごいよ。聞こえます？はいはい。じゃあこれを。もっと聞こえましたか？ほら、違和感なくなるでしょ。はい、マジで。はい、次に股関節なんですけど、はい、反り腰がきつくなる条件の一つとして、これ腸腰筋、腸腰筋っていうのは、まあ要は足を持ち上げる筋肉なんですけど、はいはい、この大腰筋ってまっすぐ来てるやつがまっすぐ持ち上げます。はいはい、で腸骨筋っていうこの筋肉、これが斜めに持ち上げるんですよ。はいはい、サッカー選手って足をこう外に開いてることが多いんで、はい、必ずと言っていいほどこれがもう疲労がたまるわけです。こっちはまだねマシかな。でこっちがやられている。で股関節の関節がこれずれてるこれ。確かにこれやばいですよね。やばいですね。はい、これくすぐったいっていうのも痛む直前なんですよ。そうなんだ。そう、感情のレベルっていうのがあって、かゆいとかくすぐったいって痛いの手前の感情なんです。だこれが放置されると、どんどん最初くすぐったかったのが痛みに変わってくる。すでにこれはおかしいよってことなんです。はいはい、じゃあちょっと検証してみますね。これをじゃあはめ直しますよ、関節を。ではめ直すとほら、このくすぐったいもなくないですか？ちょっと待って。やばすぎるわ。くすぐったいっていう感情すらもなくなる。そう、はめてしまえば。で、次に、反り腰になるには、これ、脊椎、背骨が前にぐっとこう引っ張られてるっていうのもあるんですね。はいはい、足が悪くて前に出ちゃうだけじゃなくて、はい、この筋肉に引っ張られても背骨って反っていくんですよ。はいはい、その時に重要となるのが、この大腰筋って言って、ここなんですよね、これ。これが硬すぎると、ぐーっとこう弓なりに引っ張ってきます。ただのお腹だと思う。そう、腹筋って思うじゃないですか。はい、この隙間からこれ腰にアプローチできる。これ腰なんですよ、今触ってるこれ。はい、お腹じゃんと思いですか。これ腰なんですよ。これ腰。そう。痛いですもんね。なんか、はい、痛いですよね。なんかこう違和感とか。はい。で、反ってるんで、両方とも引っ張られてますから、こっちもやっぱ違和感があるんですね。確かに違和感ありますね。はい。これを取らないと背骨が引っ張られてるのが治んないんで、はいはい、これを取りますね。これ痛いですよね。はい、これ覚えておいてくださいよ。これをこうします。はい。どうですか？ほら、こんな押してます。まあでもこれドッキリ、ちょっと待って、どういうことこれ。まあでも本当にどういうことおもろいぐらいに痛みないですもん。ですよね。初めての感情です。なんかわけわかんないです。わけわかんない。どういうこと？わけわかんない気持ちを久保建英選手で。いやまあそうですね。なんかスペインでもまあいろいろと、まあトレーナーさんがこういろいろやっていただいたんですけど、ここまでなんかこんな一瞬でね、こう痛みがなくなるというか違和感なくなるというのはちょっともう、この人もうちょっと怪しいですね。はい。これすごすぎるわ。だからどこが急所か分かってると、はい、ストレスも与えなくて済むし、リスクも与えなくて済むんですね。はい、こっちもまだやられてるんで、ほら、ここ。はい、わかります？こっち全然硬いですよね。はい。こっちはもうね、ほら、こうやって押しても痛くも痒くもない。で、まだこれ取ってないんで痛いですよね。はい、これをこういう風に取ります。そうすると、ほら。マジか。何回もなっちゃうんですけど、1ミリも痛くないんですよ。やっぱちょっとでも痛い整体にね行ってる人行った方がいいです。私の方はもうほぼ新規さん取ってないんで。失礼しました。やばいやばいやばい。なので、私の弟子たちが、そうマナ弟子たちがちゃんとできますから、そうですね。弟子たちを頼っていただければ優秀なんでみんな。もう師匠より優秀ですからみんな。マジですか。もう弟子はすごい。師匠より弟子のところに行った方がいいです。なんでここの筋肉の緊張を取ることが大事かっていうと、結局この緊張っていうのは足首がおかしかったせいで緊張するようになったんですけど、サッカー選手ってシュートするじゃないですか。シュート力が強ければ強いほど腰やられちゃうんですよ。ここがやられてると。なるほど。はいはい。足を後ろに引いて前に持ってくる、この動作をメインでやってるのはここなんですね。なのでこれが硬いと、引いて前に出した瞬間に腰ごとこうやって前に持ってかれて腰が痛くなっちゃうんです。ですからウンパさんはこの反り腰をなんとかしない限り、シュート力をアップすればするほどそう怪我するってことなんですよ。それって悲しいじゃないですか。悲しいですね。そういうようなギャップに苦しんでるアスリートって多いんですよ。トレーニングすればするほど痛めるんですから。確かに確かに。なのでトレーニングが素晴らしいんですけど、関節の状況がちゃんと正常で筋肉がちゃんと伸び縮みできるかどうかっていうのを確認してからやると本来のパフォーマンスが出るところなんです。たったこれだけなんですけど、今私腰触ってないじゃないですか。反り腰どうなったかちょっと見てみましょうか。さすがにこんな短時間で何より本当腰を何も触ってないので。腰触ってないです。はい。いやさすがにじゃないですか。チェックしてみましょうか。
もうすでにマジでもう軽いっす。なんか軽い。本当にすっきりしたというか、なんか、はい、うわもうこれね、うわこの語彙が思い浮かばない。すっごい楽っす。そうですよね。楽っす。なんかそう結局なんで楽かっていうと、今までは歪んだ背骨とか関節に対して筋肉を使って正常に保ってたんです、骨格を整えたから余計な力を入れずに済んでる、つまり脱力できるんです。確かにこの脱力ができないと力入れたまま生活してるから疲れやすく怪我しやすくなってます。そういうことなんですよ。実際にこうつけてもらって、これね、手がね、ほら本当だ。さっきスカスカだったの覚えてます？もう結構キツキツになってますもんね。そうこれが正常なんです。このスポッと収まるのが正常。視聴者の皆さんもぜひ壁とか使ってやってほしいんですけど、手が入んないのはフラットバックって言ってまっすぐする。で、手がスカスカなのは反り腰。スポッと1個そうちょうどいいのがこれが正常なんです。わかります？ほら、ね、触ってる。腰本当にノータッチですから、カットした後に実はショロショロとか本当にないですからね。あるあるですよね。マジで。ライブ配信でもこれ伝えれたから、本当に何もノータッチでこれだから。わかりやすいですよね。いやすごい。ということで、うんぱるんぱさんの腰を痛める状況を予防できたということになります。予防もだし、生活がちょっと楽になるというか。そうですね。電車乗る時とかもそうだし。そう余計な力いらないんで、だからまっすぐ立ってられますよこれで。本当ごめんなさい。何回も言うんですけど、何より痛みが全くないまま変わってるのがすごいし、短時間で変わっちゃうんですよ。信じられないですよね。本当に信じられないです。100人いたら150人に言われます、同じこと。プラスになっちゃった。そうプラスになっちゃった。人間の体っていうのは骨格が支えて筋肉が添えてあるっていう状態なんですよ。なので骨格がそもそも曲がったまま筋肉でギュッとやるから怪我するんです。関節が使えてない、骨格が使えてない。なので今のうんぱさんの状態は関節が使える、骨格が使えるパフォーマンスができるんで、本来のうんぱさんのパフォーマンスが出るようになってます。だからすぐサッカーやればやばい、いつもより速いし、いつもよりシュート力上がってるしっていう状況ができるんですよ。激アツすぎる。本当の滝になる。そうです。本当の滝なんですけど。本当の滝ね。間違っておい出番だって言われる日も近いかもしれない。間違ってってか僕本人なんで。そうか。というわけでまずこれは検証性大成功ということで、はい、ありがとうございます。いやすごい。いやこれ本当にすごい。三笘選手とかも脱力が超うまいなと思ってるんですね。脱力すっていう。確かに。あとは足首のことにお話しすると、ロナウジーニョ選手とか、死ぬほど足首柔らかいんですよ。あれで細かなボールタッチもできるし、見てる方は惑わされるし、だから足首ってのはいかに重要か。足首がちゃんとしてると脱力ができるんです。これってこっから何か気をつけないとやっぱりまた戻っちゃうとかっていうのはありますよね。なんかどうすればいいんですか、今後。やっぱりサッカー終わった後とか、長時間歩いた段差を上りした後は、足首がまたずれちゃってる可能性があるんで、それをセルフケアするっていうのが必要ですね。サッカー選手に限らず、足首をよく使うスポーツの方におすすめなんですけど、まずこの真ん中から手をこう伸ばしてきてください。そうすると今ははまってるんでへこんでますけど、外くるぶしの近くにこのへこみがあります。ありますよね。ここを指4本でこうやって押さえておいて、そしたら足首を上げ下げします。押さえた状態で。これだけです。これ10回ぐらい。これをするとここのずれてた骨が自分ではめれる。でもう一つは関節って動かすと、皆さんで分かりやすく言うとヒアルロン酸聞いたことありますよ。関節動きを滑らかにするために入れたりしますよね、注射で。あれがね実は出てくるんです。人間の体ってよくできてて、古いのが吸収されて新しいのが出てくるっていうプロセスが関節を動かすと始まるんですよ。すごっ。よくできてるでしょ。なのでこれをやることによって関節の動きが滑らかになってきて、目指せロナウジーニョと。目指せロナウジーニョや。怪我もしなくなるわ、足首のパフォーマンスも上がるんですね。そうポイントが最初難しいですね。そうここへこんでるでしょ。これ今度ずれた時見るとへこんでないんですよ。一個に基準でもあるんですよ。こうやって見てちょっとへこんでないなと思ったらこうやってやって。そうです。自分でなんかうまくできないなと思ったらこの技術を持ってる弟子のとこ行ってもらうとか、改めてそこでもセルフケアを教えてもらうとか、そういうのが有効です。まずこれがダメだと全部台無しになっちゃうんで。確かに。なんて簡単な。そうです。もう単純でしょ。すごい。もっとなんかここがこうとか一切ない。
何の難しさもない。そうなんですよ。関節っていうと怖いとか難しいとか、いろんななんかマイナスなイメージあるんですけど、実は簡単で単純なんです。でもめちゃくちゃな成果が出せる。筋肉もパフォーマンスも下げることないし、怪我もしなくなるんで、こんなにケアが必要な場所って実はないんですよ。はい、ということでルンパルンパさん含めてこの視聴者さんはみんなこれちょっとセルフケア覚えてもらってぜひ足首から守ってほしいですね。本日はルンパルンパさんの施術をさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや。本当にありがとうございました。ご本人が気づかれてないポイントを今日ケアできたのがすごく良くて。いや、そうっすよね。そう、視聴者さんも含めて皆さん自分は大丈夫、自分は健康と思ってる人が多いんですよ。なので知らず知らずパフォーマンス落ちてるんで、このように関節ケアを受けれるとこに行って、私の弟子のとことか、日頃から関節を健康することで余計な怪我もしなくて済む、余計な痛みも出さなくて済むっていうような幸せライフが待ってるんですよ。いや、本当にびっくりしました。僕自身も本当おっしゃるように、もう全然怪我しない健康体な体だと思ったんですけど、まあでも確かに怪我しないんだけど、でもなんか日常生活でちょっとなんか違和感あったりとか、疲れやすいなみたいなのがあったので、さっきおっしゃった長時間立ってられないとか、こうやって片足にねやっちゃうとかね、それがもう SOS なんですよ実は。だから本当にもう怪我する5秒前っていう、そうですそうです。本当にありがたい限りです。いやーよかったです。もうお役に立てて。実際に手術を受けてみてどう思ったかっていうのを率直にご意見いただけますか？さっきも何回も言っちゃったんですけど、こんなに良くなるってことはやっぱり多少の痛みとかはやっぱあるのかな、こうあーってこう耐えてみたいなのが僕の今までのイメージだったんで、それが本当に一切今度無理なしで一切の痛みないんで。これ大人の事情から言うと映えるんですよね、痛い方が。そこに逆らってるってのが自分のポリシー。かっこよすぎる。実は目の前の守りたい方を傷つけずに軽くしてあげることもできるんだよっていうのを知っていただきたいなと思ってるんですよ。本当にそうですよ。皆さん痛みなしでいきますから、何よりやっぱ体がマジで軽くなったんで、よかったです。すっきりしたみたいな、本当この短時間でそれがやっぱり率直な感想です。ルンパさんの周りの方に、どんな方になんかこういう手術を知ってほしかったりとか受けてほしかったりとかありますか？僕の中で結構やっぱりアスリートといいますか、サッカーとか野球とかスポーツ選手とか、そういった人がやっぱり一番向いてるのかなと思いつつ、性別問わず、スポーツやってない人でもだいぶ日常生活が過ごしやすくなるというか、すっきりして楽になるというか、スポーツ選手だけじゃなくてスポーツやってない友達にも紹介したいなっていう。よかったです。まさに私今お医者様の団体と組んで、予防未病活動、もう痛む前に世の中の方たちを守ってあげましょうねっていう活動してるんですよ。まさに今うんぱさんがおっしゃったことを一生懸命やらせていただいてます。すげえ。お弟子さんの話が何回か出てきたんですけど、ルンパルンパさんご自身がお弟子さんになるみたいな、どうですか？いや、こんなスーパーな技をできる気がしないんですけど、いや、もちろんできるようになったら僕の視聴者さんもやっぱりいらっしゃるんで、そうですね、そういう人たちをもちろん救えますし、僕はサッカー好きなんで、一番はねやっぱサッカーやってる人たちをね、救いたいっていう気持ちはもちろんあるんで、そうですね、僕はなりたいとか言っていいのかなっていういやいや全然なれます。私よく言うんですけど、自転車の乗り方をたまたま誰より先に知っちゃった状態なんですよ。みんな乗れるんだけど、そんなの乗れるわけねえじゃんって思い込んでいる。だから私が自転車ってこう乗るんですよって教えると、みんなできるんですよ。本当にすごい。たまたまです。本当運です。ちょっとやらしい話、使えるか分かんないですけど、その自分だけ知っててもいいじゃないですか。おっしゃる通り。おっしゃる通り。他の人に知っちゃったら言ったら他の人に言っちゃうわけですから。てかまずもう動画を撮ってる時点でもうどうやってやってるってね、すごいっすよね。公開してますから。もうだからやらしい方ではないですよ。最初ねどうしようかなと思いましたけど、大丈夫かなみたいな、一瞬で治るんかなみたいな、怪しいんじゃないかと思いましたけど、まずこれ出してる時点でもう怪しくないんで。そうですね。そこがやっぱり今までとの差でもあって、例えばすごい技術だったとしても、なんでこうなるのかって説明とか納得できる理由がないとうさんくさいで終わっちゃうんですよ、我々も。そこをすごく私気にしてて、世の中にたくさん素晴らしい施術もあっていい先生もいるのに、そこの説明が足りないだけでまた変なの出たよってなって我々の社会的地位が上がらないです。ですので私一人の幸せじゃなくて業界全体が信用してもらって幸せになってほしいし、業界が幸せになることでその幸せのお裾分けが一般の方にもいって幸せの連鎖が起こるとっていう
いうのを目指してるんですね。天使ですね。天使。とにかく。天使。ありがとうございます。ちょっと可愛いな。まさにですね、今日来ていただいた大きな価値としては、自分では痛くないけど傷んでたっていうもう代表例なんで、本当にウンパルンパさんには感謝です。本当ありがとうございます。とんでもないです。もうこちらのもう本当に感謝でございます。はい。ということで、こんな方法があるよと、痛みで悩んでる方周りいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。ぜひともです。はい。というわけで、本日はウンパルンパさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。このチャンネルではアスリートをはじめとした様々な方の体の不調を関節に着目して見ていきます。あの人も成立してほしい、こんな人を成立してほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。いいね、チャンネル登録大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。